皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢とシリア情勢の情報更新をしていきましょう。まず、前回のウクライナ情勢についての解説動画で、北朝鮮軍兵士たちの大規模な徒歩突撃が始まったというニュースを取り上げました。冬、雪が降り積もることによって真っ白になった大地を、北朝鮮軍の兵士たちが特に雪に対応した上着を着るわけでもなく、兵士たちが装甲車両に乗るわけでもなく突撃してくるというような動画でした。前回の動画においては多くの兵士たちが亡くなり、それに伴って集められた兵士たちの遺体の映像なども少しご紹介しましたが、YouTube ではそうした映像についてはちょっと問題があるということで、この映像については動画公開後、ぼかし処理を施しています。それはそれとして、北朝鮮軍兵士たちのその後なのですが、現在もなお同じような攻撃方法をとっているそうです。兵士たちは相変わらずのように、雪の中では目立つ軍服の色で、そのまま徒歩突撃を行い、ウクライナ軍からの攻撃を激しく受けています。そのため多くの兵士たちが死傷しているようです。また、ロシア軍には、いやいやアジア系の人たち、ブリヤート人の人たちもいることから、それらの人たちと見間違っているのではないかという指摘も受けました。しかし、これについてはちょっと、その可能性はあるけれども、北朝鮮兵士たちである可能性の方がもっと高いと思います。というのも、ロシアにおいては2022年から本格的な侵攻を行って、ブリヤート人の人たちもアジア系の人たちもこれまで散々戦場に投入されてきました。それに伴って集まってくる兵士たちの平均年齢が徐々に上がっていくという現象が起こっているのです。そのため、ウクライナ軍の公開している戦闘映像などで亡くなっているロシア兵の年齢層といったものも若者ではなくて中年の人たちの方が圧倒的に多くなっています。ところが今回、北朝鮮兵たちだと思われる遺体映像などについては、かなり若いなと思えるような顔立ちの兵士たちが多く、今更ロシア国内で若者たちが一気に集められるといったこともないでしょうから、北朝鮮兵の被害はかなり多くなっていると映像からはわかります。そういったことも関連してか、ロシア側からも北朝鮮軍兵士たちの大活躍といった話は全く聞かれなくなりました。おそらく最初の攻撃においては確かにウクライナ軍を押したといったことはあるのかもしれませんが、あまりにも多い被害が出ていることから、またすぐに後ろに引っ込んだんじゃないかなと思えるような状況です。ロシア軍の中で北朝鮮兵士たちに対する武器の割り当てや兵器の割り当てといったものは、おそらく非常に下位に位置づけられているのでしょう。このまま装甲車両などが割り当たられることもなければ、北朝鮮兵士たちの死傷率はロシア軍の中で最悪の状態を維持するものとみられます。ただ一方でウクライナ東部戦線においては北朝鮮兵は全くいないのですが、相変わらずロシア軍の攻勢が続いており、ウクライナ軍の立て直しが急務です。そして前回お伝えしたロシアの石油タンカーの沈没については続報が入っています。環境災害は寒冷50年のタンカーからの原油流出後にクロスノダール地域で始まった。クリミア大橋付近を航行する石油タンカーが2隻沈没しました。かなりの環境被害になるだろうと見られているのですが、インターネット上では浜辺に打ち寄せた油とみられる黒い塊が浜辺にかなり打ち上げられています。ケルチ海峡でのロシアのタンカー2隻の沈没により、数十キロメートルの海岸線が重油で覆われた。地元住民は油汚れや石油製品で浸水した海岸で動物が死んでいると報告している。これらの船は10から15年前に退役しているはずで、そのうちの1隻は許可さえ持っていなかったことが報道機関のイズベス社の調べで判明した。クロスノダール準州の知事によると、今朝海岸線を監視していたところ、燃料油の汚れが発見されました。石油製品は沿岸地域数十キロにわたって漂着した。知事の指示により、モスクワ地域区部長の指揮のもと、2つの自治体に作戦本部が緊急配備された。現在267人が現場で作業しており、50台の機器が使用されています。必要であれば我々は人員を増やすつもりだとメッセージを出しています。ちょっと数十キロにもわたる重油汚染に対して267人は少なすぎじゃないかなと思うのですが、人手不足が激しい今のロシアには緊急対応できる人間が少ないのかもしれません。今回沈没した2隻の船は1969年と1973年に建造されたもので、最大耐用年数は40年だとされていました。そのため
耐用年数が過ぎたことから、今よりも10年以上前に本来であれば待機すべきものだったそうです。また、もともとは海での運用ではなく、運河のような非常に負荷の少ない場所での使用を想定したものだと言われており、これもまた今回の沈没につながっただろうと指摘されています。ロシアではこうした無謀な運用といったものがまかり通っているのかもしれません。しかしそれは非常に迷惑なものです。そして長く続く侵略戦争はロシア経済とロシア国民をいたぶっています。ロシア、止まらぬインフレ、盗まれるバター、ウクライナ侵攻が拍車。ロシアが大幅な物価高に直面している。ロシア中央銀行はインフレ抑止のため、急速に政策金利を引き上げており、その水準はウクライナ侵攻直後の緊急措置だった 20% を超え、混乱を懸念する声も出始めた。10月以降、メドゥーザなど複数のロシアの独立系メディアは、食料品店などでバターの盗難が相次いでいると報じた。値上がりが一因とみられ、盗まれないようバターを特殊な容器に入れる店も出ているという。ロシア統計局によると、今年初めから11月25日までにバターは約 32%、じゃがいもは約 78%、玉ねぎは約 37% 値上がり、クリスマスツリーも10から 20% 値上がりしそうだと報じられる。ロシアの消費者物価上昇率はここ数ヶ月、前年同月期8から 9% という高い水準で推移してきた。インフレの要因には人手不足や財政支出の拡大などがあるが、ウクライナ侵攻が一定の拍車をかけている。徴兵や若者の国外流出などで労働力はより逼迫し、国防費の増大で政府の支出も増加、制裁で輸入がしにくいこともインフレ圧力になっている。対策として、ロシア中央銀行は異例のペースで金利を上げ、10月に 21% への引き上げを決定。2022年の侵攻直後、通貨急落を防ぐため、金利を 9.5% から 20% に一気に上げ、相場の落ち着きに伴って、一時 7.5% まで下げていたが、再びの引き上げで、侵攻直後の水準を超えた。複数のロシアメディアによると、11月下旬にはロシアの通貨ルーブルも米ドルに対して侵攻直後以来の記録的な水準まで下落した。通貨安は輸入品の価格上昇につながるため、物価高を長期化させる可能性がある。軍事企業を傘下に持つ国策企業ロステクの最高経営責任者は、このままでは多くの企業が破産すると訴えた。農作物の輸出大国であり、エネルギー資源も産出するロシアにおいて農作物の値段がどんどんと上がっていくという現象が起こり始めています。ロシアにおいては自家栽培といったものも積極的に行っている人たちがいるので、スーパーで物が買えなくなったら自分たちの庭を耕して食べればいいというふうに貧困にはかなり耐性が強いと言われています。そうしたこともあって物価高イコールすぐに政権打倒の声が上がるというわけではないというのが、昔々ソ連崩壊の貧しい生活を過ごしてきたロシア国民ならではのしぶとさです。しかし、国家経済そのものが回らない状態にあって、国力がだんだんと削ぎ落とされていくわけですから、ロシアの未来そのものは暗くなっていくことは間違いありません。この状況を一番喜んでいるのは中国だと言われています。中国にしてみれば、明らかに国力的に大きく見劣りするロシアを自分たちにとって都合の良い同盟相手として使い倒すといった道が開けてくるわけです。そして影響力の低下に伴って起こったのがシリアにおけるアサド政権の崩壊です。シリアに駐留していたロシア軍の現状についても続報が入っています。現在のところシリア領内各地にあったロシア軍の駐留地からは多くの部隊兵士たちが地中海沿いの空軍基地もしくは港に撤退しています。現在欧米の報道機関においてはこれらロシア軍の状態といったものを監視衛星を使って常に動向を探っていて、船がいなくなったであるとか輸送機がロシアから来て再びロシアへと戻っていくなといったことなどを何度となく報道しています。ただし、ロシア軍が完全に撤退するかどうかは現在のところはっきりしていません。シリアで暫定政府の発足といったものが進んでいるのですが、この暫定政府がロシア軍の基地の今後についてどのような方針かはっきりと表明していないからです。ただし EU 側からは暫定政権を国際的な承認をするためにはシリア国内のロシア基地については引き払ってもらうような方針を示さなければならないとすでに釘を刺しています。そして
基地を立ち退かなければならないということも見据えて、現在ロシアはリビア方面に新たな拠点を築けないかとリビアの現地勢力に対して圧力を加えているという話も出ています。現状、地中海からの拠点を全て失うということは、ロシアの国際戦略そのものも大きく後退するわけですから、何が何でも地中海にどこかしらの拠点を設けたいことでしょう。ロシアの国力や国際情勢に対する影響力が減少すること、それ自体は私は日本にとっても良いことだと思うので、ぜひともシリアの暫定政府にロシア基地を追い出すような行動をとってほしいものです。そうすれば中東とヨーロッパ諸国をつなぐ形での天然ガスや石油のパイプラインが敷かれることにより、エネルギー価格も国際的には安定します。さらにはそれをもってしてロシアをますます中東から遠ざけることができるので、これもまた情勢の安定化につながることでしょう。それとシリアのアサド大統領についての続報なのですが、現在のところモスクワに在住している動く映像といったものが公開されていません。家族と共に姿を隠しているとは言われていて、さらに声明も発表されました。それによると、自分は私利私欲に走って不正蓄財などには全く手を染めていないと身の潔白を訴えていました。しかしこれに対してはアサド大統領とその一族の不正蓄財は100億ドル、日本円で 1.5 兆円程度はあるだろうという報道がなされています。これはシリアの疲弊した経済、GDP で言えば70億ドルから80億程度しかない、その状態にもかかわらず、国の経済規模よりも大きな不正蓄財を成し遂げたといったような指摘がなされています。シリアからロシアへと亡命する際にも、国の中央銀行が持っていた金塊などについて運び出したのではないかといった話などもあり、身の潔白を訴えるにしては随分ときな臭い動きをしていたものです。そしてアサド大統領を支えていた政府軍兵士たちがなぜ反政府軍との戦いでものすごく弱かったのかについての続報も入っています。アサド政府軍を支えていたのはロシアとイランといった話はこれまでもしました。ロシアは外部勢力として空爆を行い反政府軍に対する打撃を加えていました。一方でイランは軍事顧問団の派遣と実戦の部隊を監視するためにレバノンにいた武装勢力ヒズボラから戦闘員をシリア政府軍側に入れ、これらの人たちを監視員として配置していました。政府軍の兵士たちも結局のところ自分たちを監視する立場としてのイラン側勢力の民兵の目がなければ士気が低い兵士たちであり、これまでかろうじて持ちこたえていたような状態のようです。そして中東情勢の変化に伴ってロシア軍は支援する絶対量が低下し、イランもまた力が衰えたことによりアサド政府軍が非常に脆い軍隊へと変わってしまったというわけです。ヒズボラについてはイスラエル軍から徹底的に叩かれてシリアに派遣する兵士の余裕がなくなり、それに伴って監視する兵士たちがいないのですから、命がけで戦うこともなく逃げ去った兵士たちが次から次と現れることによってドミノ現象が起き、あの部隊がもう逃げたんだから自分たちも逃げないとやられるといった形で不安の連鎖といったものが逃走劇の連鎖を生み出したと言われています。そのため兵士の数、兵器の数、どちらも政府軍の方が多かったにもかかわらず、アサド政権軍は自滅してしまったというわけです。なお現在のところ反政府軍の主力であった HTS は少数民族や他の宗教、イスラム教以外の宗教に対する弾圧を行ってはならないというような指示を兵士たちに出していることにより、今のところ大きな問題は発生していません。あとは欧米各国が求める化学兵器の廃棄といったものを自分たちでやるのではなく、国際機関の力を借りながら根絶を実施し、このままタリバン化しない穏健イスラム派の勢力として活動することが望まれています。ちなみにイスラム教圏の国において全ての国が破綻国家であるかのようなコメントが何件も入るのですが、イスラム教徒の多い国としてはインドネシアやトルコといった国も存在し、トルコのエルドアン大統領は独裁的な面があるのですが、少なくともイスラム教徒の多い国だとイスラム教徒全員が何かテロリストであるかのような印象といったものを語りたがる人がいるわけですが、それは実態とは異なります。テロリストはテロリストであり、テロリストではないイスラム教徒も多いといったことは分けて考えるべきことです。このあたりのことは YouTube だととにかく過激なことを言えば
注目されてお金になるといったことを覚えた人がいて、やたらめったらそうした意見が出るのですが、それは部分と全体を取り違えているといったことを間違えないようにしましょう。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ情勢と合わせてシリア情勢についての続報でした。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックぜひともお忘れなく。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。